お引き受けします。これ3分の1正解なんです。じゃあ筋力アップの他に何があるの？ちょっと差がつく体の使い方、リンパ整体師の京子です。私のチャンネルではいただいたご質問をもとに専門家があまり話さないマニアックな内容をオタク目線でお答えしています。動画の終盤に今日のまとめと内緒の小話をこっそりお伝えしますので、ぜひ最後までご視聴くださいね。それでは今日もよろしくお願いします。今日のテーマは尿漏れ。サロンのお客様のお悩みです。最近尿漏れで悩んでいます。特に職場で笑った時が多いです。改善するための体操はありますか？という内容でした。わかりました。お引き受けします。尿漏れと聞くと尿道口付近の筋肉の緩みを連想する人が多いと思います。お悩みを相談してくださった方も改善のための体操を教えてほしいということだったので、おそらく筋力が衰えていることが原因と思っておられるのでしょう。これ3分の1正解なんです。尿漏れには腹圧性尿失禁、切迫性尿失禁、過活動膀胱、この3タイプがありますが、この方の場合は1つ目の腹圧性尿失禁に該当すると思われます。女性器の図を見てみましょう。この筋繊維は力を入れるとどのように動くと思いますか？緊張することで筋繊維が縮み外側に開くんです。閉じたいのに開いてしまうんですね。筋力も必要ですが、鍛える時にはちょっとしたコツが必要です。女性器を囲んでいる括約筋などの骨盤底筋群を直接的に鍛えるのではなく、大腰筋や臀筋を鍛えて骨盤底筋群に影響を与える。そして膀胱を含めた内臓の下垂を防ぐための腹筋を鍛える。これが有効だと考えられます。ここまでのお話は理解していただけたでしょうか？大丈夫でしょうか？では少し先に進みますね。老化とともに筋力は低下するので、筋力アップのための体操をすることはとっても大切なことです。ですが、女性器の機能は筋力だけで保たれるわけではないんです。じゃあ筋力アップの他に何があるの？先ほど3分の1と言いましたから、あと2つあるんです。一度に全部お話しするとかなりややこしくなって動画の途中でやめてしまう人がいるかもしれないので、今日は筋力アップにフォーカスしたいと思います。いつものように3回シリーズでお話ししますので、1日1分を積み上げて確実に成果を上げてください。では早速やっていきましょう。コロナ体操を行います。次回のメソッドに必要な動きなので、女性器を爆上げしたい人は飛ばさずに行ってください。以前の動画を引用していますので、詳細はナンバー26、腹筋にめちゃくちゃ効くゴロネダイエットをご覧ください。仰向きに寝転んで手を少し横に広げます。肩幅に足を開き、足首を起こして10センチの高さで横に30センチくらい開きます。膝は少し曲がっていても OK。 ポイントはカウントに合わせて丁寧に行うこと。足をゆっくり下ろすこと。こうするとふくらはぎ、骨盤の底、内もも、腹筋を同時に鍛えることができます。カウントは3、4、5はその場でキープ。8カウントで5セット行いましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、5、2、3、4、5、6、7、8。反対側も同様に行います。今度は先ほどと反対方向に足を動かします。肩幅に足を開き、足首を起こして内側斜め45度あたりを目指して足を上げます。ポイントは膝を伸ばすこと、下半身全体を持ち上げること、足を下ろすときは床につけないこと。こうすると骨盤と股関節のズレを直し、
脂肪が燃焼しやすくなります。カウント3、4、5はその場でキープ。8カウントで5セット行いましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、5、2、3、4、5、6、7、8。反対側も同様に行います。片足を両手で抱えます。胸を太ももに引き寄せながら足裏を床につけるように起き上がります。反対側の足で少し反動をつけても OK。 ポイントは背中、肩、腕には力を入れないこと、お腹に力を入れて起き上がること。こうすると効率よく腹筋を鍛えることができます。慣れてきたら反動なし、腹筋だけで起き上がろうというイメージが大切です。4カウントで5セット行いましょう。1、2、3、4、2、2、3、4、3、2、3、4、4、2、3、4、5、2、3、4。反対側も同様に行います。うつ伏せに寝転んで両足を揃えます。膝と足首を90度に曲げて足全体を股関節から3センチ持ち上げます。持ち上げたところで5秒キープし5秒下ろす。これを3回繰り返しましょう。ポイントは足裏を垂直にしたまま持ち上げること。こうするとぶれない軸を作ることができます。両足同時に持ち上げることが難しい人は片方ずつから始めても大丈夫です。慣れてきたら両足を揃えて持ち上げてください。1、2、3、4、5、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 1、2、3、4、5。今日のまとめ。女性器に影響のある筋肉を鍛えること。女性器の機能は筋力だけで保たれるものではないことを理解すること。皆さんできましたか？今日は筋力アップの女性器爆上げメソッドを行いました。尿道、膣、肛門をそれぞれ動かすことはかなり難しいです。というか私はできません。なぜかというと尿道、膣、肛門は8の字の筋肉に囲まれていてセットで動いてしまうからなんです。裏を返せば1つで3つのトレーニングが同時に行えるということですね。年を重ねると尿漏れのような体の悩みが多くなりますよね。私も日常生活の中で注意を払わなければならないことがだんだん増えてきました。でも年のせいで諦めるのはまだ早いと思うんです。やれることはたくさんあるし、若い頃に気がつかなかったことに気づけるのが大人世代だと思っています。驚かれるかもしれませんが、尿道口が2つある人や膣の中に尿道口がある人などかなり個人差があるデリケートなゾーンです。今日からの尿漏れシリーズは初めにお話しした3タイプのいずれにも当てはまるメソッドです。ですが効果が現れるまで 2,3 ヶ月かかるので毎日継続して行ってください。次回は腹圧のコントロールによる女性器爆上げメソッドです。職場でも台所でも場所を選ばずどこでもできるメソッドを紹介します。3回シリーズで自分の内側から女性器を感じてときめく大人世代を私と一緒にゲットしましょう。それでは今日はここまでです。
2021年8月にスタートした1年で大人世代の体を変えるプロジェクトは早いものであと数回となりました。トレーニングとワークアウトの違いや大人世代の体の鍛え方など常識とされている情報の中に意外と理解されていないことがまだたくさんあります。感染症対策以降、体幹トレーニングやオンライントレーニングで体を痛めてしまった人、痛めそうな人、もう年だからといって諦めかけている人も大勢います。このチャンネルがそんな人たちのお役に立てれば幸いです。次回の動画も見逃すことがないようにチャンネル登録とベルマークのクリックをよろしくお願いします。コメント欄では私とメッセージのやり取りができます。必ず返信しますので、あなたの発信力の向上にお役立てください。最後までご視聴くださりありがとうございました。積み上げたあなたに花丸。いかがだったでしょうか。これなら続けられそうかな。1年で大人世代の体を変えるプロジェクト、1日1分の積み上げであなたのなりたいを目指して一緒にやっていきましょう。元気になれば綺麗になれる、綺麗になれば優しくなれる。土曜日朝7時にお会いしましょう。京子でした。